新大阪駅です。今から備後落合駅へ行こうと思います。9時54分発のみずほ607号に乗ります。多分新大阪駅に数多くいる乗客の中でそんなことをやろうとしているのは私一人だけでしょう。博多方面へ行く時に見えるこの景色、結構好きです。阪急宝塚線。阪急神戸線。武田大阪工場、大手製薬会社です。梅田のビル群が見えます。大阪が都会なんだなと思える光景です。今のうちに超高速弾丸列車のスピードを堪能しておきましょう。山陽新幹線全線開業50周年。半世紀です。すごいです。ポスターを見て初めて知りました。世界でも50年も走っている弾丸列車はそうないはずです。まだまだお世話になると思っています。岡山駅、あっという間に到着しました。次は八雲9号に乗ります。11時13分発です。出雲市には車で行った記憶はあるのですが、電車で行った記憶はないので、多分八雲に乗るのは初めてです。在来線ホームに降りてきました。快速マリンライナーが止まっています。あれ、2階はグリーン車で1階は指定席で、どちらも課金されます。103系と思わせておいて、103系顔に改造された成形顔の115系です。岡山にはいろいろな車両がいます。大阪に住んでいると心理的に姫路までは近いと感じますが、岡山となるとやはり少し遠いなと思います。ずいぶん前に特急南風に乗った記憶はあります。もはや遠い昔でよく覚えていません。在来線ホームには何年も降りてきていないことになります。スーパー稲葉です。智頭急行線経由で鳥取まで行きます。なぜか頭の中でウルトラソルペイと響いていますが、多分きっと私だけです。スーパーを関する特急が激減している昨今、逆にオリジナリティが発揮されているような気もします。知らんけど、とりあえず今のところは近所で特売をやっているようなスーパーと間違われることもないと思っています。間違われないよね。スーパー松風とかちょっと心配かもしれない。まあいいや。そのうちに機会があれば2両編成ながら120キロで飛ばすキハ187系機動車に乗ってみたいものです。全然関係ないんだけど、カニカニ浜風にも一度乗ってみたいと思っています。何度も山陰本線の余部には行っているのに、車でしか行ったことないと言っていたらく、一度くらい鉄道で行ってもいいはずです。ぜひカニシーズンに鉄道に揺られて山陰へ足を伸ばしてみたいところです。
岡山に関係なかったですね。鳥取に行く用事ができたら、多分スーパーハクトで行っちゃうな。スーパー稲葉に乗る機会は当分なさそうです。バイバイスーパー稲葉。入れ替わりに八雲が入選してきました。名前の由来は出雲にかかる枕言葉八雲立つ日南らしいのですが、個人的にはなぜかずっと小泉八雲日南と思い込んでいました。しかし出雲で歌を作ると雲だらけになるな。八雲立つ出雲八重垣妻ぼみに八重垣作るその八重垣を古事記に最初に出てくる歌だそうだ。実際には雲よりも八重垣の方が目立つ歌になってたな。バイキンマン登場。潮風9号だと思います。岡山にはいろいろな列車がいるな。マリンライナー邪魔。JR 四国8000系アンパンマン列車さようなら。マリンライナーと競争になってますね。こっちは特急なので快速には負けないでしょう。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急やきも9号出雲市行きです。途中の停車駅は倉敷。やばい、なんか負けてる気がする。庄山、米子、安来、松江、玉造温泉、新地です。列車の到着時刻や運行情報は JR お出かけネットまたは JR 西日本アプリレスターからご確認いただけます。いない。なんで？嘘でしょ。姿が見えないほどの差をつけられたというのか。なんかショックだ。気を取り直していこう。旅はまだまだ続く。今日の旅の本番はもっと先だ。列車は岡山駅を出発して最初の停車駅倉敷駅を目指して走っている。今回は先が長いのもあって途中をかなりはしょります。新幹線に比べるとスピードは落ちるが、振り子式に173系電車のスピードを今のうちに楽しんでおいてほしい。ご存知の方も多くおられると思うけれど、芸備線では25キロ制限なんていう場所も結構あるのだ。120キロで走る景色が見られるのも今のうちなのだ。
気は良くはないが、雨でもないのが救いかな。景色がすでにちょっと牧歌的になってきた気がする。ここから倉敷市です。奥に見える大きな建物は川崎医大です。川崎医大が倉敷にあったり、川崎重工が神戸にあったり、川崎市って報われないなぁというのがあくまで個人的な感想です。ちょっとワープします。はい、新見駅です。現在の時刻は12時16分。岡山から1時間ほどでたどり着きました。広い駅に1両だけの列車。新見駅正面に来ました。ザ・地方駅という感じが出ています。昭和っぽいです。
よいよこの旅の本番、芸備線を走る車両の登場です。新幹線、特急と乗り継いでここまで来ましたが、ここからは1両編成の普通での移動です。新見から芸備線へ乗り入れる列車は1日6本。朝一番が快速で、それ以外は普通しか走っていません。6本のうち3本が途中の登場までしか行きません。貧乏落合まで行くのは1日に3本だけです。これは貴重な貧乏落合行きの中で大阪から出発しても間に合う一番早い列車です。すでに午後になってますけど、日本の交通機関は時刻に正確なので、ちゃんと予定通りに行けば今日中に宿のあるところまでは行けるはずです。人里離れた山奥の無人駅で野宿とかできればやりたくありません。ありがたいことに1両だけのこの車両にちゃんとトイレがついています。トイレが我慢できずに途中で降りて次の列車を待つなんて心配だけはしなくても良いみたいです。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は貧乏落合行き湾岸列車です。次は布原です。お出口は左側です。前側のドアからお降りください。運賃は運賃表でお確かめの上、整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。両替機は前の運賃箱についています。携帯電話のご使用についてお願いいたします。到着時、優先座席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、そのままご利用くださいますよう皆様のご協力をお願いします。新見駅を出発してしばらくは白尾線を米子方面へ向けて走ります。2駅先の備中神次郎駅で白尾線から分岐して芸備線に入ります。なんだか伏線を走っているように見えますが違います。あっさり単線になりましたね。なかなかのスピードで走っています。ここは特急やサンライズも走る白尾線で、電車なら110キロ出せる区間ですから速度も出せるのでしょう。新見は白尾線が通り芸備線を走る列車の始発終着駅であり、姫新線もある鉄道の要衝です。道路では中国自動車道のインターチェンジもあるので、交通の要衝としても大きな地位があると思われます。そんな駅が起点でも1日6往復しか走らない路線、かなりやばいですね。乗客は私を含めて3人でした。おかげでこうやってずっと後ろでじっと撮影している不審者も見逃してもらえました。そういう意味ではとてもありがたい路線でした。
一瞬宇宙に置き去りにされたのかと思いました。まもなく布原です。お出口は左側です。前側のドアからお降りください。乗車券、運賃は整理券と一緒です。お降りの際に前の運賃箱にお入れください。運賃は車内の運賃表でお確かめください。整理券は分かりやすく運転手にお見せください。お降りの際は足元にお気をつけください。布原駅です。白尾線上にあるのに芸備線を走る列車しか止まらないというおかしな駅です。交換設備があるので白尾線の列車が停車することもありますが、扉の開かない運転停車です。まだ出発しないんですかね。私がこの時何を考えていたのかよく思い出せませんが、多分何も考えていなかったと思います。ようやく出発です。次は一中幸次郎です。お出口は右側です。前側のドア人が使ってなさそうなホームですね。運賃は運賃表でお確かめの上、整理券と一緒に対向列車があるとは気づかなかった。例の103系もどきじゃないですか。あっちは客扱いをしていなかったはずです。各車両に優先座席を設置しております。この席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、どうぞの一言とともにお席をお譲りください。この周辺は阿鉄橋という紅葉の名所だそうです。鉄道のトンネルは真っ暗で不安になります。
事故みたいに思われそうですね。画面真っ暗ですが、もうちょっと我慢してください。この分岐から架線がなくなりました。一中工事路です。お出口は右側です。一中工事路駅です。乗車券、運賃は整理券と一緒にお降りの際に前の運賃箱にお入れください。保線用の車両が見えますね。車内の運賃表で立派なホームのある大きな駅に見えますが、無人駅です。わかりやすく運転手にお見せください。お降りの際は足元にお気をつけください。ここからいよいよ白尾線から分かれて芸備線に突入していきます。次は高めです。お出口は右側です。前側のドアからお降りください。運賃は運賃表でお確かめの上、整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。両面さよなら白尾線。運賃箱についています。走行中、左右に揺れる場合や予報円と急停車する場合がありますので、ご注意くだ少しさい。線路上に草生えてる感じですね。まあでもちゃんと家あるし、人が住んでる感じがしますね。まだそれにスピードも速いです。必殺25キロ走行はまだ温存しているようです。楽しみにしておきましょう。さて、ここが JR 西日本でも屈指のヤバい営業係数を誇るらしい芸備線です。備中工事路から東上までの区間で営業係数は2843。100円稼ぐのに2843円かかるということです。左のでっかい水車は夢すき公園という公園の親駒5水車です。いくら鉄道が走っていると言っても1日3往復では橋としては使えないでしょう。自家用車が行き渡っている田舎ならなおさらです。すでに交通機関としての役割は終えているというのが正直なところだと思います。もうね、別の使い方を考えた方がいいですよね。鉄道というと定時制や輸送力の活用が主で、ひねったところだと観光やイベント列車の運行が出てくるぐらいですが、今や AI や個性の時代です。鉄道の方が道路を走る車よりも無人運転に向いているのは間違いないのですから、スマホアプリと AI を活用して動的にダイヤを組んで無人車両をオンデマンド運転させるとか、すぐにでも実現できそうです。人が移動する理由は様々ですが、地方ローカル線で昼間に使う人の多くは通院や買い物が理由だと思われます。ここは鉄道車両という道路用車両より大きくできるという利点を活用するべきかと。医者や商品の方が動く診療所列車とかコンビニ列車とか、なんでないんだろうと思ってしまいます。いや、きっとクルーズトレインなんかの次に考える一手として鉄道会社はそういうことを考えていると思うんですよね。
ローカル線の展望映像をライブ配信するだけでも結構な数の都会人が見るんじゃないかなと思ったり、こういう映像って見てるだけで飽きないんですよね。私だけでしょうか？ JR 西日本としては北陸新幹線とか不動産とかに巨額の投資をしていて、そちらの方がリターンも大きくて利益を追求する上場企業としては不利益な赤字路線をテこ入れしたくないのかもしれません。おっと、25キロ制限だったのか。ただ公共事業的性格も持つ鉄道事業者なのですから、国土交通省や地方自治体も巻き込んででも最低限の投資はしてほしいものです。芸備線って交通系 IC カード使えないんですよ。中国道です。その辺りの飲食店や小売店でも交通系 IC での決済ぐらいできるようになってるのに、本家本丸で使えないってなんでなんですかね。坂根駅、木次線にも出雲坂根駅があって、近くで似た駅があるのは偶然ではないのだろうなと思ったりします。中国道、一度走ってみたい道です。新見東上間は24時間交通量が4356台。同じ調査で西宮名塩のあたりだと24時間で77,225台。多いと見るか少ないと見るか微妙なラインですね。その差は 17.73 倍。もっと差がつくかと思ったけどそれほどでもなかったです。ちなみに山陽道笠岡福山東間では4596台。やっぱり山陽道の方が圧倒的に交通量が多いんだと分かります。中国道で一番交通量の少ないのは広島県西部から山口県東部のあたりで、24時間交通量が3457台という場所がありました。1時間に144台、片方向だと72台。高速道路維持する必要ある？いや、とりあえずは芸備線に集中しましょう。中国道があって国道182号線もあるので、芸備線の新見東上間はバス代替で必要十分ですね。ああ、結論が出てしまいました。まだね、東上までは小手調べぐらいなものです。営業係数2843なんてまだまだ。木次線出雲横田備後落合間は3424だし、紀信線中国勝山新見間は4042です。これ全部芸備線の近所の路線やん。そして一番やばい営業係数の路線ですが、芸備線東上備後落合間11,766。100円稼ぐのに11,766円かかるとか終わってますね。私が乗ったこの車両の場合、東上まで乗客は3人、備後落合まで乗り通したのは私を含めて2人、そしてその2人とも通りすがりの観光客です。東上と庄原の間はバスだと40分弱なのに、芸備線だと1時間40分かかるのです。鉄道に乗るのは我々のようにわざわざ備後落合に行ってみたいとかいうほな夢物語を実現させに行くちょっとあれな客だけだと断言できます。ちなみに東上から広島へ行くルートを検索してみたら、バスで福山に出て新幹線というルートが提示されました。今時のルート探索は合理的だな。ついでに備後庄原から広島へのルートを検索するとやっぱりバスが提示されました。この地域には多分鉄道は必要とされていないと思います。確かに芸備線は山がちな地域を走ってはいますが、中央西線や大糸線、土山線ほど山を走っているという感じはしません。
この路線がなくなって困る人いないと思うな。残念だけどそれが現実かと思います。突然ですが地図による説明です。備中工事路で白尾線から分かれた芸備線はほぼ中国道や182号線と並走して東上まで来ます。東上から西に進む中国道は庄原まで約30キロですが、芸備線は当時の技術的制約もあり迂回していくので庄原まで約50キロの道のりです。貧乏地合は庄原までの途中に位置しています。この周辺では一番人のいなさそうな地域になると思われます。という駆け足の解説の間に1駅進みました。確かに田舎ではありますし、コンビニもスーパー稲葉、元井、スーパーマーケットも近くになさそうですが、新見か東上にはコンビニもスーパーもあるわけで、新見から東上まで約25キロなので、最長でも13キロ走れば買い物に不自由しないとなれば、軽自動車があれば大抵の用事は事足りるということになります。そんな中で地方ローカル線の人を引きつける列車となれば、日本でも解禁されることになっているカジノを車両に積み込んでカジノ列車とかあってもいいと私は思います。カジノ設備のある船というのは実在しますので、カジノ設備のある列車があってもいいでしょう。話題にもなりますしね。他には宝くじの販売設備と抽選設備も搭載したドリーム宝くじ号とかを運行してもいいと思います。とりあえず何やっても廃止に向かうことが止められないなら、やれるだけのことはやってみてほしいですよね。 JR 西日本ならまだ何かをやれるだけの余裕もあるんだから、やれるうちに試してみてもらいたいものです。サロンカーとかお座敷列車を運行していたこともあるんだから、やってやれないことはないと思います。野地駅です。岡山県最西端の駅。かつては2面2線の駅だったというのが見てわかります。次は東条です。降り口は前側のドアです。前側のドアから降りください。雰囲気のある駅舎です。長いホーム、何両編成の列車が止まったのでしょうか。のどかではあるけど全く人家がないってわけでもないんですよね。中国道と交差します。
岡山と広島の県境です。国道182号線としばらく並走です。登場です。ここからが最終レブと言っても過言ではない区間に突入します。ここから先、備後落合へ向かう列車は1日3便、5時45分発、13時35分発、18時57分発だけです。さあ、本当の秘境へ行ってしまいましょう。
徴的な建物ですが、どうやら老人ホームのようです。この先、貧乏や綿、内名、小ぬか、道後山、そして貧乏落合です。急にローカル線という雰囲気になってきました。人家がなくなり、それはそれで雰囲気があります。ゆっくり走るこんな旅もたまにはいいものです。
国道314号線の高架、道はよく整備されているようです。貧乏八幡駅、雰囲気のある駅舎です。結構民家があります。JA 庄原の運営している発電所だと思われます。車窓が名所になっても良さそうな場所ですね。こ
の景色を見ながらお弁当でも食べたいです。内名駅。なんというかファンキーな感じのラバトリーがノスタルジーを感じさせます。小ぬか駅です。この駅は有人駅です。奥のオレンジの屋根は小ぬか小学校とこども園です。
駅に向かっていますが、芸備線の最高点を越えたあたりです。ここからずっと下りになります。まもなく道後山です。お出口は右側です。前側の塔からお降りください。乗車券、レスキューは整理券と一緒にお降りの際に前の運賃箱にお入れください。レスキューは車内の運賃表でお確かめください。レスキューは分かりやすく運転士にお見せください。お降りの際は足元にお気をつけください。道後山駅です。標高611メートル。次の貧乏落合駅との標高差は160メートルもあり、長い下り坂となります。明らかに2面2線だった名残がありますね。2011年まではスキー場が隣接していたのだとか。賑わっていた時代が見てみたかったなと思います。関は終点リンゴ落合です。降り口は前側のドアです。前側のドアからお降りください。運賃は運賃表でお確かめの上、工事関係の車両や建物がありますが、前の運賃箱にお入国道れください。183号線のバイパスかっかけ峠道路の建設のためです。こんな切り通しを作る力があったんですね。昔の国鉄には。かっかけ峠道路の一部です。本当に線路以外に人の気配がない場所です。道路も視界には見当たりません。暗すぎる。
エンジン音だけが不安を紛らわせてくれます。バケツ？田んぼでしょうか？人の暮らしらしいものが見えてほっとします。よくこんな場所に線路を敷いたな。結構な長さの橋梁が連続していますね。どれかがダメになったらこの路線はなくなるでしょうね。素人目にも土砂崩れがあっておかしくない場所だらけの路線です。そのまま復旧されずに廃線となっても不思議ではありません。とりあえず今日この路線を走ることができたことに感謝しておこうと思います。
ずっと登山鉄道に乗っている気分になります。まもなく終点リンゴ沖合です。お出口は前側のドアです。前側のドアからお降りください。乗車券、運賃は整理券と一緒にお降りの際に前のお付き箱にお入れください。運賃は車内の運賃表でお確かめください。整理券は分かりやすく運転手にお見せください。お降りの際は足元にお気をつけください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてついにやってきました。この山の中にかなり広い構内です。かつての繁栄が垣間見える秘境のターミナル貧乏落合駅です。広い。あれが転車台か。綺麗なまま残ってますね。錆びた線路なのにちゃんと信号がついているのは線路としては現役ということなんでしょうか。この先で芸備線と木月線に分かれていきます。左手前が木月線の車両、真ん中が芸備線三好行き、一番右が芸備線新見行きです。一番右は私が乗ってきた車両です。それぞれが貧乏落合にやってきて、そして折り返して元来た方向に帰っていきます。貧乏落合に3方向から来た車両が一堂に会するのは1日に1回だけだそうです。木月線方面へは1日3便、三好へは1日5便、新見へは1日3便となっています。決して便利とは言えません。ホームのど真ん中で線路を渡ります。なかなかない経験です。駅入り口です。何人か乗客がいましたが、みんな観光客のようでした。
生活で使っている人はいないようでした。キスキと読ませるのでしょうね。この車両はスイッチバックを通ってシンジまで行きます。この映像はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでもらえましたか？よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますなのだ。